はいどうも。今回はね、この歴史能力検定、これのね、日本史1級、これをね、受験を応募したので、問題集も買って解いてみました。その感想ですね。これを言っていきます。で、今年のね、歴検の開催日が11月28日なんですよね。そのTOEICと同じ日で12時50分に説明が始まってで、13時からスタートということなんですけれど、TOEICはね、その午前受験だと12時30分に終了なので、時間的に厳しいので TOEIC は諦めました。で、日本歴史検定をやる予定です。で、これ問題集なんですけどね、その解いた感想の前にまずこれ全般に関する感想を言います。非常にもったいない。これね、全級問題集なんですよ。すなわちその一番最初が5級の歴史入門から、1級の日本史世界史まであるわけですね。それのね、2020年度のやつが全部一冊になってるわけですが、例えば僕、その1級受験者で5級の、歴史入門とかは本当にね、小学生レベルの問題なんだけど、こういうのって読む必要ないんですよ。逆に5級を受けるような人って1級の日本史世界史、これを見る機会ってほぼないんですよね。つまりこの5級から1級の全ての問題が必要な人ってほぼいないと思うんですよね。で、調べた結果ね、昔だいたい2000年くらいはその2級日本史の問題集とか1級問題集とか級ごとに分かれていたみたいなんですよ。戻してほしいんですよね。愚痴を言っても仕方ありません。とりあえずね、一回、この2020年度の1級をやってみた結果ですね、これをお伝えします。問題はね、30問ありました。そのうちマーク式4択の問題が20問で、記述が10問ありました。記述10問の中で8問、これはね、この5句を人物名とかを漢字何文字で書きなさいとか、そういう問題でした。で、2問、これはね、この文化はどういうことだったのかと、そういう感じの説明する問題ですね。80字以内で書きなさいとか、そういう問題でした。で、結果はね、マーク式、これは20問中7問、記述式の、5句記述ですね、これが8問中4問で、説明問題は2問中0問ということで、全体としてね、3割ぐらいです。このね、歴史検定6割が合格基準なんですね。なのでもうこっから1ヶ月急速で追い上げることが必要だと思いました。で、問題、軽く分析してみましたところ、この30問中ね、教科書、あと手持ちの資料集、これを見てもわからない問題、解けない問題、これが30問中4問ありました。これはね、ちょっとまだ買ってないんですけれど、一問一答か何か別のものを買って補填しようと思います。あとね、資料集ね、めちゃくちゃ便利ですね。この歴史能力検定に限ったことではないと思うんですけれど、以下の文章を書いた人物について当てはまるもの、これを次のあからから選べと、そういう問題があります。で、この以下の文章っていうのが何であるか、これがね、分からなければ積むんですね。で、その文章が資料集に載っていると、そういう時にね、非常に使えることが分かりました。あとね、これ2級日本史の勉強法でもお伝えしたんですけれど、やはりね、年号、これを暗記することはね、少なくとも直接的には不要だと感じました。もちろんね、その年号の暗記が得意という人は
覚えた方が、得点は上がると思います。で、これからの勉強についてですね、現在進行形でやってるんですけれど、この、日本史、うちのいとこの、いとこから借りてきました。これがね、全体で22章あるのかな。で22章まであるので、1日2章ぐらい読めると。で、1日2章読むとして11日。残り1ヶ月で、3回弱、っていうか2回今日ですかね、読めますので、それをね、読んでいこうと思います。要はね、必要な語句、これを暗記しながら、流れを進めていくと。その歴史の流れ的なところ、これをその重要語句の暗記と関連させながら読んでいくと、そういうことですね。これをやっていきます。あとは資料集の読みまくることですね。歴史の教科書と資料集を読むことで、より記憶に合致させると、そういうことをやっていきます。あとね、一問一答集、これを買ってね、その教科書とか資料集とかに載っていない用語とか事項、これをね埋め合わせていこうかと思います。今回は以上です。共に来月11月28日に、歴史能力検定を受験される方、一緒に頑張りましょう。バイバイ。